ハローハローハロー、皆さんこんにちは。Thinkers チャンネルへようこそ。Welcome back to my channel。皆さんいかがお過ごしでいらっしゃいますでしょうか。はい、今回はですね、2024年になりましたので、恒例のですね、毎年恒例の新年の世界の予言をお伝えしたいと思います。今回もジョセフ・ティテルさんというアメリカ人のアメリカで最強と言われている予言のサイキック預言者がいらっしゃるんですけれども、その方、YouTube とかランブルとか動画配信サイトとか、あとは Spotify でも番組持ってるのかな。ちょっと私はね、まだ聞いたことないんですけれども、私は、ジョセフさんが YouTube で配信している今年の新年の予言のご紹介をしていきたいと思っております。今回その予言というのは2023年の12月23日に投資と予言をして収録をしていた分になるそうで、これが2024年日本時間の1月2日に YouTube 上でジョセフさんのチャンネルで配信がされました。で、この動画2時間という長い2時間22分17秒かな。そのぐらい長い動画になってまして、私の方では、何編かに分けて4編ですね。その1、その2、その3、その4ということでブログでお伝えしてきております。で、今回は、その1番目、その1をご紹介させていただきたく思います。ジョセフさんの番組のタイトルが2024年をサイキック予言素晴らしい年になると言い切った題名にされた動画になっております。で、私の方は2024年世界予言めっちゃいい年に間違いなし、今こそ自然へ立ち返る時超保存版ということで、その1という、タイトルをつけて私はブログでまず配信をしています。で、2時間という長い本ちゃんの動画になってますので、その4つに分けているそのうちの、第1話目に私はなりますので、今回も、ちょっと長くなりますけれども聞いてみてください。で、作業中のお供にできるように、今回もですね、聞くだけで理解できるようにお話しさせていただきたく思いますので、お付き合いいただければと思います。はい、チャンネル登録していただいている皆さん、本当にありがとうございます。で、今回の2024年世界予言も、その1、その2、その3、その4ということで、4話にわたって続けて配信していきますので、私の配信不定期になってしまっておりますので、もし、よろしければチャンネル登録をしていただいて、ベルボタンをクリックしていただくと、通知が、私が配信した時に、通知が流れるようになります。配信されましたよの通知が流れるようになりますので、もし、ご都合よろしければ、そちら活用していただければと思います。で、このままジョセフさんの予言ですとか、私がピックアップした動画の内容、気になるよという方は、ぜひともチャンネル登録で応援の方よろしくお願いいたします。それでは本編に入っていく前に、ティンカースチャンネルの番組の趣旨のご説明だけ軽くさせていただきたく思います。それではどうぞ。ティンカースチャンネルの番組の趣旨についてご説明させていただきます。ティンカースチャンネルでは皆さんに考えていただくきっかけとなる情報を提供しております。海外からの情報だったり、日本ではあまり報道されていないことだったり、スピリチュアルなことだったりをお届けして、皆さんがそれについて情報精査を個々でしていただいたり、考えていただくきっかけになればと思っております。ですので、ティンカースチャンネルではこれが正しいんだよというように皆さんに答えというのを提示しているわけではございません。答えは提供しておりませんので、何事もご自身で疑っていただき、いい意味で疑っていただき、情報精査をご自身でしていただく、自分なりに考えて答えというのを模索していただきたいというふうに思っております。この考えるプロセスというものこそ自分軸をしっかり持つことにつながっていくことだと私は信じております。皆さんの考え、直感というのは宝物だというふうに思っております。自分の直感を磨いてお互いに成長していけたらいいなということで始めた番組になっておりますので、皆さん応援のほどよろしくお願いいたします。すいません、ちょっとね、最初の音声おかしかったですよね。曇っててすいませんでした。なんか設定間違えていて、最初の音声が本当に汚くて申し訳ございませんでした。はい、気を取り直して、始めていきたいと思います。再収録ということで。
で今回は先ほども言いましたけれども2時間を超える超大作になっておりまして、2024年たくさん物事が起きるんだと思うんですけれども、それにつれてですねジョセフさんの本ちゃんの方の動画がすごく長かったので、私の方でその後まで5話に分けてお伝えしております。で今回はその1なんですけれども、フルバージョンの方はブログの方で読んでいただければなと思います。で今回動画も長くなってしまう恐れがあるので、ちょっとねかいつまんでお伝えしていきたいと思います。ですが、その1はですね、予言というよりもこの2024年、予言も含まるんですけれども、スピリチュアル的に、世界の動向を見て現実的にもどういうふうに私たち人間どもは過ごしていかなければならないか、過ごしていったらいいのかというのを、サイキック預言者、スピリチュアリストのジョセフ・ティテルさんがアドバイスをしてくれている回になります。はい、でまずはじめに2024年の波動なんですね。2024年の波動エネルギーについて、これをちょっとねお伝えしていきたいと思うんですけれども、ジョセフさんが今年のテーマは本来の力が人々に戻ってくる年、パワーが動く年だよというふうに教えてくれております。でジョセフさんおっしゃるには、そのことから中の国の人々というのは、特に2024年は、2月の10日から、5日のとして考える方もいると思うんですけれども、辰年という年が始まりますよね。でドラゴンなんですけれども、竜というのは、中の国では力、知識、誇り、運を意味するそうで、そのことから中の国の人々はそれを逆手に、チャンスとしてリスクを負いながらさまざまな大胆な行動を取るということをジョセフさんは予言しております。それはもしかしたらタイの湾とかそういった情勢に、強気に出てくる行動が出てくるかもしれないよというふうに、ちょっと注意報記といいますか、そういう年でもあるよということをおっしゃっておりました。で2024年と2012年の辰年を比較してみると、どのような年になるか分かるよということをジョセフさんはお話ししておりました。今年の辰年というのは木の枝つ、つまり木の性質を持った陰と陽の陽の気質がある年です。そして2012年は水の辰、つまり水の性質がある陽、陰と陽の陽の気質だった年でしたというふうに、この2つをね比べていらっしゃったんですけれども、2012年はマヤ文明の長期歴、アステカ歴が区切りを向ける年でもあって、世界滅亡説とかそういったのがいろいろ出ましたよね。映画もありましたし、このように2000年、さらに遡って1988年というふうに、辰年がどのようなエネルギーの傾向があるのか、過去を見れば見えてくる気はしませんかということで、皆さんちょっと過去の辰年がどういった年だったかというのを見てみるといいよというアドバイスをしていらっしゃいました。でこの陽の辰のエネルギーはどういったことなのかということなんですけれども、ジョセフさんがおっしゃるには、誰もが認めるようなリーダーが現れるような、そういった年で、発明家やそして問題解決をしてくれる存在などが現れるような、そういった年になるそうです。で我々個人の力も強くなるということなんですけれども、ジョセフさん曰く、我々一人一人の個人が自ら持つ本来の力に気づき目覚めることができるエネルギーがあります。で今まで成し得なかった困難ですとか、そういった乗り越えられなかった困難ですとか、目標が達成できる年になるそうで、そう考えると2024年は素晴らしい年になるんじゃないかというふうにジョセフさんはおっしゃっております。はい、でちなみにこの2024年というのは8波動のエネルギーが炸裂する年ということらしいんですね。でその8波動のエネルギーを持つ2024年というのは、どういった年になるかということなんですけれども、ジョセフさん曰く、8波動は形の通り無限、永遠を意味しています。2024年は無限の可能性を持つ素晴らしい年となるでしょう。だからこそ辰年とエネルギーも相まって素晴らしい年にできるのですというふうにジョセフさんはおっしゃっておりました。ジョセフさんが予想するに素晴らしいチャンスがいっぱい起こる年になるということなんですけれども、激しさもある年だということで、というのも2025年、来年の2025年というのは、9の波動になるということで、
9の波動というのは、過去に今画面に出ているこの、12月の予言でおっしゃっていた通り、終わりを意味する年になるそうなんですね。で、物事が終止符を打つような何か終点がある年になるそうで、翌年なんですけれども、実は毎年毎年その年の10月というのは翌年を象徴する月であるというふうにジョセフさんは前々からお話何度もしていらっしゃるんですけれども、10月を見ると来年のことを来年の予兆があるということなので、今年の10月は9の波動の色がちょっと出てくるということで、何かが終わってしまうとかそういったことが見えてくるので、皆さんそれまでにこの物事をですねきれいに収束できるように、わだかまりとかそういったのもきれいに収束できるようにしておきましょう。10月は気をつけてくださいということをおっしゃっておりました。で、実は1月もう終わってしまうんですけれども、1月も半ばです。今もうね、この収録しているのがもう後半なんですけれども、1月は9の波動の月だったらしいんですね。で、先ほども言いましたけども、終わりを意味するエネルギーがあるので、激しい月になるというふうにジョセフさんはおっしゃっておりました。1年明ける年、始まりの年と思いきや、終わりを意味する実はエネルギーを持った月だったということなんですね。で、ジョセフさんが、おっしゃるには、激しめの月になるだろうということをおっしゃっていたんですけども、実際に能登半島のこともありましたし、羽田空港のことも、アイスランドの再噴火もありまして、で、お米の国とイギのリスによるイ丸ン丸の中にはラへのアタックもあるような、激しめの月でした。で、ちょっとね、2026年の話もジョセフさんしておりまして、2024年の年始の予言といえばその年の予言をするんですけれども、ただジョセフさんが今回言ってたのは、2023年は2024年への小さな歩みの年だった。で、2024年は2025年への大きな恐竜のような大きなステップだったです。で、そして2026年は完全に変化する年だというふうにお話ししておりました。で、さらに言うと2032年は完全に新しい地球になっているとジョセフさんは予言を前々からしていらっしゃいます。ジョセフさん曰く、もちろん現在から2032年へたどり着くまでに幾多の困難が待ち受けています。もちろん全ての全員がたどり着けるわけではありません。魂の契約がありますので、チェックアウトしてしまう方々も多いでしょうとジョセフさんは予言していらっしゃいます。もちろんそうですよね。生きとし生けるもの、終わりを迎えるっていうのが佐賀なので、そういったことは当たり前だと思うんですけれども、ただ魂の契約とは何ぞやということでわからない方にちょっと説明すると、人間というのは、人間でも多分生命はみんなそうだと思うんですけども、生まれてくる前にいつまで生きるというふうに決めて魂の契約をしてこの世に生を受ける、そして生まれてくるらしいんですね。なので自分たちが覚えていなくても、自分がどれぐらい生きて何をするために生まれてくるかというのは契約をして生まれてくるらしいんです。で、この魂の契約、今画面に載ってますけれども、お話ししている回が過去にありましたので、この2つの回のリンクは概要欄に載せておきますので、後で皆さん見てみてください。もちろん宇宙の法則やエネルギーを一般人より知っていて、そのエネルギーの方をうまく使っているのが闇の支配者ら、ピラミッドの上の方の人たちなんですけれども、残念ながら我々一般人というのはそういうエネルギーの動き方とかそういうのを教わらないまま、知らないまま生きている人たちがほとんどだということなんですけれども、ジョセフさん曰く、8波動の今年は闇の支配者らはより行動的になるでしょう。パワーがテーマの一つである今年なので、それを利用してきます。すでに2023年で見られた政治家の汚職や不正などはより激しくなるかもしれませんと予言をしておりました。そういったパワーが動くような年になるそうです。で、ただ逆にアン32ですとか何かをしてその地位を勝ち取るような、そういった方法で動く
人たちもいるということで、そういったね、誰かが亡くなってしまって誰かが権力を得たというような事態が起きたときはよく観察をしてくださいとおっしゃっておりました。で、ちなみにタロットカードの8番、8の波動なので8番も力というのを意味しているそうです。で、8という波動なんですけども、経済金融に大きく影響する8波動だそうです。闇の支配者らはそういったことを知っているので、彼ら次第で大きく経済が動いてしまうような年になるでしょうとジョセフさんは予言しています。ジョセフさん曰く8という数字が経済や金融に素晴らしい影響を与えるパワーを持つことは分かりますよね。しかしその力を逆に動かすこともできるのです。それはピラミッドの頂点にいる方々次第でしょう。彼らは奴隷化を望んでいるので、そういった方向性を取ってくるんじゃないかとジョセフさんは、予測といいますか予言といいますか、そういうことを感じているそうです。2024年は経済崩壊の始まり。我々を完全に管理していきたいと思っているピラミッドの上の方の人たちなんですけども、8波動のエネルギーを使って経済金融をコントロールしていくそうです。それは我々にとって良い方向ではなく、彼らにとって都合が良い方への操縦らしいです。ジョセフさん曰く、彼らは信用スコアや社会的に人類を管理すべくその計画を進めます。その過程で8波動のエネルギーを使い経済を崩壊させていくでしょう。しかしとどめは2025年の9波動の時に訪れるでしょう。なぜなら9は終わりを意味し、2026年は1波動なので新しい始まりに移行するからです。その準備をそういった流れにしていくというふうにジョセフさんは予言しています。暴落が起こるとの予言。2024年10月、先ほども言いましたけれども、その2025年9波動の年の予兆が見える今年10月には暴落の兆候が見えるかもしれないとジョセフさんは予言しています。ジョセフさん曰く、2025年には経済崩壊、暴落が起こると考えられます。そのため2024年10月には翌年の兆候が見られるでしょうとおっしゃっておりました。またドタバタが起こる8波動の年だそうで、ジョセフさん曰く、自分の生活の中でドタバタしてバランスを崩す前に一旦それから離れて自分のバランスを取り戻すようにしてください。一息つくことが大切です。自分を癒す時間がとても大切な年なのですというふうにおっしゃっておりました。闇の支配者らはもう隠しきれなくなる。ジョセフさん曰く、闇の支配者らが今まで隠してきたこと、彼らの計画などが明るみになる年でもあるというふうに予言しています。もう彼らの好き勝手にはできないかもしれません。人々が覚醒し物事の真髄に気づく時が来たからですとジョセフさんは予言していらっしゃいました。変化がテーマでもある8波動の年。ジョセフさん曰く、変化の3周期というものがあり、2024年1月から2026年暮れまでの期間になります。この期間には多くの変化が起こります。個人としてはあなたの夢を実現できる絶好の機会になるでしょうとおっしゃっておりました。アセンションの症状が現れやすい2024年。ジョセフさん曰く、アセンションする人の中には回転性のめまいですとか通常のめまいなどが感じられるかもしれません。そんな時は瞑想をして地に足をつけ健康的に過ごすことが大事です。ジョセフさんがおっしゃるには、アセンションは個人的に起こる場合もあるんですけれども、ほとんどの場合アセンションの時期というのがあって全体的に巻き起こっていくそうなんです。一度に多くの方々に症状が現れるそうなので、2024年アセンション覚醒する人の数は2023年よりも2倍3倍に増加するそうです。年末の太陽フレアもアセンションを促していた。ジョセフさん曰く、2023年の12月に注がれた X2.87 と X5 という大きな太陽フレアがありましたけれども、人々を覚醒するように促していたパワーがあったというふうにおっしゃっておりました。
巷で耳にする2024年のこと。少しここでですね、ジョセフさんのちょっと予言に離れて、ジョセフさんの動画とは離れるんですけれども、私ティンカーが気づいたことがありまして、同じようなお話をねしてる人が多いんじゃないかな、国を問わずにね多いんじゃないかなというふうに思っていて、キーワードは力を取り戻す、自然に帰る、お外に出て自然に話しかけるということをジョセフさんもおっしゃっていたんですけども、実はペンキ画家の正元さん、ご存知ですか？その方も同じようなことをおっしゃっておりました。で、ペンキ画家の正元さんについてなんですけども、ティンガティンガというアフリカのアートを修行するためにアフリカのタンザニアにあるブンジュム村に住んでいた方なんですね。で、この方が、翡翠小太郎さんと書いた本がすごく今ベストセラーになっているので知っている方が多いと思うんですけれども、正元さんがおっしゃっていたのは、ポリネジ、その文殊村の村長さんがまずは、シャーマンらしいんですけども、そのシャーマンのおじいちゃんもシャーマンだったらしいんですね。で、そのおじいちゃんがその当時古代縄文人に日本人の本来の文化、精神性、世界に、生活について、夢を通じて、夜眠っている時に見る夢を通じていろいろ教わったそうなんですね。で、はっきりとは縄文人と言ってないんですけれども、おそらく正元さんが言うには、そのお話からして縄文人なのではないかということで、いつの時代かの幸せな時代に生きた日本人に教わったということは確かみたいなんですね。で、現代の日本人よりも当時の日本人の所作ですとか考え、生活観を習って、その文殊村の村人たちはかつての縄文人のような生活をしているそうで、その村長さんがおっしゃっていたのが、日本人とポリネシア人だけが虫の音、虫の声、虫の音色がメロディーのように聞こえるという能力があるというふうにおっしゃってます。で、日本人が虫の音が聞こえなくなった時に逆に世界は滅亡してしまうだろうともおっしゃっていたそうで、私どもの脳みそは虫の音がメロディーに聞こえるそうです。で、私そういった本を読んだことがあって、日本語人の脳という、本があるんですけれども、この本がですね、角田さんが書いた本なんですけど、今画面に載せてます。で、概要欄にも載せておきますけども、この本には、虫の声とか、母音ですとか、そういったのを左の、脳で察知するらしいんですね。でも西洋人ですとか日本語以外の外国人には、右の脳で聞こえるので雑音に聞こえるそうなんですよ。だから虫の音色が雑音に聞こえるらしいんですね。なので物の音の聞こえ方、生き物の音の聞こえ方、声の聞き方が日本人と外国人、日本語ので育った人と、日本語で育ってない人とは脳の構造が違うらしいんですよね。それを思い出したんですけど、私そのことは正元さん言ってないですけども、それを私は思い出しました。で、現在に生きる、現代に生きる我々日本人が忘れてしまった記憶というのがあって、それは大自然に愛されていたということらしいんですね。その縄文人、その幸せな時代に生きていたその古代の日本人らは最も世界でこの大自然に愛されていた、地球に最も愛されていた部族といいますか人々だったらしいんですね。で、その記憶が DNA には組まれてるんですけども、それを意識では忘れてしまっていると。でもそれを思い出さなければいけないのが今年2024年だよというのを、正元さんはその村長に聞かされてきて、今正元さんは SNS ですとか動画サイト、いろんなところで、それを訴えかけている、そのお話をしてくださっている方なんですね。で、日本人が DNA に刻まれた縄文時代に大自然に愛されていた記憶を思い出すというのは、じゃあどうすればいいかというのをお話ししていらっしゃいまして、今年はですね、自分自身をめでることをよくしてくださいというふうにおっしゃってました。
例えば彼が言うには、朝洗顔をするときにお水を両手ですくう両手すら、自分の両手すら、愛おしいなっていうふうに思えるぐらい、自分の一つ一つの所作を、愛おしむことっていうのが大切、つまり自分のすべてを愛するようにしてくださいというふうに、そういった気持ちを持って過ごしてくださいというふうにおっしゃっておりました。でこれはジョセフさんの言っている自分の力に目覚めることという今年のテーマに通ずることがたくさんあるんじゃないかなって私は感じました。でブログの方ではこの正元さんが出演していたトゥーランドブログさんの YouTube の、動画のリンクを貼っております。で正元さんと翡翠小太郎さんが書いた本というのも概要欄の方にリンク載せておきますので、気になる方はチェックしてみてください。でジョセフさんがおっしゃっていることに戻ります。宇宙はあなたのウーバーのようなもの。ウーバーイーツとかありますけれども、ジョセフさんがお話ししていたのが、2024年には自然宇宙とつながる努力が必要です。宇宙は常にあなたの望みを叶えるためにそこに存在しています。今年こそあなたの人生の目的などを発見する絶好のチャンスです。でいつもそこにいる、宇宙に尋ねれば必ず道を示してくれて、その道を走らせてくれているウーバーのようだというふうにジョセフさんは例え話をしながらこのことを説明してきてくれました。で先ほどの文殊村の村長が教えてくれたことと同じようなことをまた言っていると思うんですけども、自然とつながること、自然に話しかけること、宇宙を感じることであなたがなぜ生まれてきたのか、宇宙を感じることであなたがなぜ生まれてきたのか、目的はどこなのかが明確にできるものすごい力がある年なので、そういったことに費やしてくださいというふうにおっしゃってました。で注意事項としてジョセフさんがおっしゃっていたのが、他人を一緒にアセンションしようとできないらしくて、自分の夫ですとか自分の妻、子供、親友とか周りに人がたくさんいると思うんですけれども、その人たちにも気づいてほしい、気づいてない人とかがいると思うんですけども、気づいてほしいと思う方はたくさんいらっしゃると思うんですけれども、ジョセフさん曰くアセンションするために他人にお話をしたり気づいてもらったりいろいろ努力する方がいますけれども、それは無駄です。自分以外をアセンションさせようとする方法は一つもありません。こればっかりはその人本人が自然に自らの意思で気づかなければならないのです。お話をして相手が気づけばいいんですけれども、気づかないからといってどうにかして気づかせようっていう努力というのはしても無駄ですよというふうにジョセフさんはおっしゃっておりました。その話をして気づかなきゃもうその人は多分気づかないだろう、その自分の自然のタイミングで気づかなければいけないんだよというふうにおっしゃっておりました。で、注意事項がむしろそのあなたの波動がそういったことをすることによって持ってかれてしまうので、自分のためにも良くないですよというふうにジョセフさんはおっしゃっておりました。そのアセンションってじゃあ何なの、どういったことなのという話をしていたんですけれども、ジョセフさん曰くさらに真実が暴露されるんですけれども、新発見ですとか新発明などが現在のシステムに起こります。その他のシステムが崩壊することもあります。しかしスピリットが見せてくれていることとして、崩壊したシステムはより良いものに復活するでしょうというふうにおっしゃっておりますので、アセンションする時の世界の兆候として、そういった崩れて新しいものができるというようなことがあるらしいです。で最後に予言なんですけども、エッフェル塔とピサの斜塔が崩壊するビジョン。ジョゼさんおっしゃるには抽象的比喩的なことなのか否かは分かりませんが、何かがこの2つに起こることは間違いなさそうです。それとそのイタリアのそのピサの斜塔ですけれども、崩壊するビジョンが見えてしまいました。その後また再建するみたいですと。これも崩れてまた再建されるという、アセンションの一部なのかもしれないですけれども、そういうことがその比喩的なことなのか、人々に何かが起こることを象徴しているのか、そういったことはわからない、詳しいことはわからないですけれども、ビジョンではその塔が崩壊する、そしてまた再建されるというのが見えましたというふうにおっしゃってました。
で大きめの太陽フレアが再び発生するというふうにジョセフさんは言っていて、その太陽フレアにより多くの方々がアセンションできるでしょう。アセンションすることによって普通に親切だった人がより親切になったりしますというふうにおっしゃっておりました。はい、今回その1はこの辺で切り上げますけれども、映画並みに長い本編に2時間以上ある本編なので、ずっと見たい方はね、ご本人の動画を英語で見ていただきたいんですけれども、最後のアセンションのお話ですが、太陽フレアが発生するたびにアセンションできるのであれば、どんどん波動が上に上がっていくということなんじゃないかなって私はちょっと思うんですけれども、それって、その人たちは地球のアセンションと共に歩んでいけているという現れだと思うので、自然宇宙と共に生きているという証拠になるので、逆を言えばその自然と宇宙と一緒に生きていれば、地球このエネルギーの流れと一緒にアセンションできていくのではないかと私は感じました。皆さんどう考えて、どう感じましたでしょうか。いろいろなね、シンクロニシティじゃないですけども、通ずるものが私の中ですごい最近多くて、ここでも言ってる、ここでも言ってる、ここでも目にした、あそこでも聞いた、友達も言っているみたいな、周りの人もそう言っている、もうその話しか私は聞こえてこないんじゃないかっていうぐらいシンクロニシティがすごく生まれているんですね、最近。なので、ちょっとおこがましいかもしれないですけども、その、本のリンクですとかそういうのを、アフィリエイトのリンクを貼らせていただくので、購入していただければね、すごく嬉しいんですけれども、そのリンクをね使いたくないという方はいいです。ですがその本のご紹介のページに飛ぶので、ぜひとも気になる方は見ていただきたいですし、あとはブログの方をね、トゥーランドブログさんのその証言さんが出演した回の素晴らしい動画の回をですね、私リンク載せてますので、全然トゥーランドブログさんとは関係ないですけれども、私は個人的にね素晴らしいなって思った動画なので、ぜひとも見てみてください。はい、それでは、今回長々見ていただきましてありがとうございました。今後もね、その2、その3、その4、その5ということで続けていきますので、ぜひともチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。で、その2からですね、予言がどんどん始まっていきますので、予言が気になる方はもう本当にですね、次回の配信をお待ちいただければと思います。はい。でこの動画良かったなって思っていただけましたら、グッドボタンで応援の方よろしくお願いいたします。ブログのね、リンクの方も概要欄の方に貼っておきますので、よろしくお願いいたします。それでは、Thank you very much for watching. Thank you very much for listening. Tinker's Channel でした。今年もよろしくお願いします。See you next time. Bye bye. Ciao. Much love.